大好評の機動戦士ガンダム水星の魔女。今回は第1クール最終回についての考察をしていきます。いよいよ第1クール最終回を迎える水星の魔女。第11話が放送され、第1クール最終回に大きな注目が集まりますが、その内容から最終回の不穏な要素が見えてきます。それは第0話プロローグとの不穏な共通点です。第11話地球の魔女の内容とその流れから、この続きである第12話逃げ出すよりも進むことをのストーリーの流れも見えてきました。その不穏な共通点ですが、まずは宇宙拠点が襲撃されるという点です。プロローグではバナディース機関が襲撃され、第11話ではプラントクエターが襲撃されました。そして第11話の流れから最終回では修復したエアリアルが活躍する回だと予測できます。修復したガンダムに乗るという点も調整していたガンダムで発信したプロローグに似ている点があると思います。そして本編では敵側ではありますが2機のガンダムルブリスの発信という点もプロローグと似ていますね。そもそもガンダムルブリスウルトソーンはなぜガンダムルブリスの名がついているのか。プロローグで撃墜した量産型ガンダムルブリスを元に作られたという可能性は十分にあり得ます。そのためルブリスという名前がついているのかもしれません。であればガンダムルブリスウルトソーンもルブリス量産型とも言えるわけですから、本作は非常に作り込まれた脚本なので、プロローグと最終回を重ねるためにそこまで設定を練り込んでいるのではと考えすぎてしまいます。また修理が終わったガンダムエアリアルの様子ですが、修復のついでに改良されたように見えます。パーメットスコアは6まで上昇したとプロスペラは言っていました。そして11話ではプロスペラがエアリアルに乗り込むような描写がありました。しかしながらプロスペラがエアリアルを乗りこなすことができるのか。もしもプロスペラがうまく動かせないエアリアルをスレッタが補助して助ける展開があれば、それはますますプロローグのような展開です。そしてプロローグの内容と同じ流れならば、一番の不安な点は夫婦の悲運な別れです。プロローグでは夫婦のエルノラとナディムの別れがありました。これを本編に置き換えて考えると、花婿のスレッタと花嫁のミオリネに置き換えられます。と考えますと、スレッタとミオリネどちらかの別れ、もしくは体の欠損の可能性なども考えられます。スレッタはガンダムであるエアリアルに乗っても体への影響はありませんでした。パーメットスコアがさらに上昇してもスレッタは無事でいられるのか。そもそも今作のガンドアームのシステムは鉄血のルフェンズの荒屋敷システムによく似ています。プロローグからガンドアームの恐ろしい存在を描かれていますが、しかし本編ではガンドアームの存在はエラン4号との決闘の時に出てきた程度で、それほど本編では多く語られていません。義手を晒して会話に注目させる描写、ガンドフォーマットを利用して医療技術の流用、それによって固まる会社の方針。プロローグで見るようなガンダムのパイロットのスレッタが呪いの影響を受ける描写はまだありません。なぜスレッタが呪いの影響を受けないのかはまだ明かされていませんが、いずれやってくるであろう呪いの影響がいよいよやってくるのではないかという不安がよぎります。スレッタも三日月のように第1クールの最後に力を使いすぎて体にダメージを負ってしまうのではないか。そして第11話でのずっとそばにいる発言、渡したキーホルダーの存在、分断された2人。もしもプロローグをなぞっているのならば、最後には悲運な結末が待っているのではないでしょうか。そして別れの対象はそれ以外にもあります。プロローグをなぞっての別れが夫婦ではなく父親との別れという見方もできます。となるとこの場合は対象がミオリネの父親のデリングとなります。ミオリネは憎んでいた父親との関係を急速に修復しつつあり、だからこそそれが事件の前触れにもなっています。それを裏付けるように第11話からのオープニング映像からデリングが消え、代わりに新しいガンダムパイロットの2人が登場しています。やはり別れの予感が色濃く感じられ、いずれにしても何かを失う予感がします。逃げれば一つを実行したスレッタは花嫁、仲間、居場所、様々なものを手にしてきましたが、それら手にしたものすら最終回で何かを失うことの前触れなのではないかと勘ぐってしまいます。今作の脚本は見事なもので、第1話ではユニコーンの第1話のオマージュとも受け取れる描写、さらに第1話序盤でのミオリネの脱出の邪魔をしたスレッタに対しての責任取ってよねの発言が、決闘で勝利し責任取って花婿になるという形で伏線を回収したり、以前動画でも出しましたが、エランと4の共通点の伏線など過去作なども絡めて丁寧に練られています。
だからこそ匂わせている不穏な要素が実際に起こるのではないかと考えてしまいます。匂わせている全ての不穏な要素をグエルが一掃してくれる展開を密かに期待しています。いよいよ迫ってきた第1クール最終回。第11話から時間が空いた分、いろいろ考える時間がありましたし、まだ回収されていない謎の数々もあります。不安を抱えつつも放送を楽しみに待ちたいと思います。では以上が第1クール最終回に関する考察でした。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。